ちは、いのりです。私はもともとアイドルとして活動していて、今は一人でモデルなどをやっています。今回は夏に向けてオレンジメイク、ツヤツヤキラキラなオレンジメイクをしてみました。ぜひ皆さん参考にしてみてください。それではメイクスタート。まず最初に紹介するのはコンタクトレンズです。こちらは指原莉乃さんプロデュースのトパーズというコンタクトレンズで、ワンデイズ T α で、カラーはデートトパーズという一番ナチュラルな色です。着色直径が 13.4mm です。でも体感だと 13.4mm に感じないぐらい、もうちょっと 13mm ぐらいに感じるぐらいすごいナチュラルに目に馴染んで、私も普段は 12.8 のコンタクトを使うことが多かったんですけど、それより大きいけどでも全然ナチュラルにつけられるコンタクトです。次に使ったのは日焼け止めです。スキンアクアトーンアップ UV エッセンス。こちらは顔と体に使えて、ラベンダーみたいな色になってトーンアップできるカラーになってます。首とか体とか顔に全体的に塗ると透明感アップするのですごいおすすめです。私も毎日使ってます。次につけたのが下地です。こちらはアンブリオリスヒラデルムモイスチャークリーム。アンブリオリスは結構種類があるんですけど、乾燥肌用の保湿クリームになってて、私乾燥肌なのでこちらをつけてます。塗ると塗らないじゃ全然違うぐらい保湿されて、その後のノリが良くなります。続いては化粧下地です。セザンヌの皮脂テカリ防止下地ピンクベージュです。もともと肌も黒いんですけど、くすみ肌なのでこの陣中のところとか鼻とか、あとこの唇の下とかにも塗ったりしてくすみを飛ばすことが多いです。毛穴もカバーしてくれてトーンアップもしてくれるので、私はもう2本目ぐらいリピートしてて使ってます。続いても下地です。エテュセのオイルブロックベース。こんな感じで先が筆になってて、細かいところまで直接塗れるので、私は鼻だけに使ったんですけど、さっきのセザンヌの下地と合わせてこれを使うと本当に皮脂が出なくなります。最後の下地です。RMK のベーシックコントロールカラー N04 番で、これもピンクっぽい下地になってて、でこれは SPF13 で PA もプラスされてて、日焼け止め代わりにもなるぐらいなのですごい使えると思います。今回下地を4つ使ったんですけど、夏に向けて何もしてなくても汗をかく時期だと思うので、ツヤは助けれどでも皮脂はしっかり防止したいので、私はしっかり4つ使いました。こちらは結構伸びも良いのでつける量は少なくていいんですけど、私は結構たっぷりめにつけてます。目のクマのところとか、あとはこちらの唇の下とかくすみやすいところにつけてます。続いてがファンデーションです。 RMK のジェルクリーミーファンデーション104番で、こちらも SPF24PA2 プラスで、私はさっきの下地のピンクのものにも RMK、 こちらも RMK を使ってて、 RMK はすごい塗って毛穴をすごいカバーしてくれるし、本当に少量で伸びも良いファンデーションなので、すごい RMK は推してます。一緒にファンデーションブラシを使ったんですけど、こちらも RMK のものです。もう手でつけるより嘘付きにできて、あと均等に塗れるので、私はすごい使いやすくて使ってます。今回のメイクは夏に向けてのオレンジメイクだったんですけど、しっかり肌の油とか皮脂とかを抑えつつ、でもやっぱりこう自然光とかに当たった時にしっかりこうツヤツヤ光って綺麗に見えるようにツヤをプラスしながら、下地でしっかりカバーしながらツヤツヤ見せるようにメイクしていきました。次はコンシーラーです。こちらはザ・セムのカバーパーフェクションチップコンシーラー。一番濃い色だと思うんですけど、こちらは本当にちょんってつけるだけで、あとポン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 って優しい指でなじませるだけでしっかりクマをカバーしてくれます。本当に軽い着け心地でしっとり本当に密着してくれて、崩れを知らないコンシーラーなので、プチプラなのに使えるコンシーラーです。次はパウダーです。こちらはセザンヌの UV クリアフェイスパウダーです。の02番です。パフがついてるんですけど、これじゃちょっと厚塗りになっちゃうので、私はこちらのブラシで塗ってます。こうやってくるくるってつけて、で先に軽くついた状態で鼻とかを中心に優しくつけてます。
次はアイブロウです。こちらはケイトのデザイニングアイブロウ 3D の EX4 番ライトブラウン系です。もう3色になっていて、で私が使ったのはこの真ん中の色を眉毛の全体に塗りました。この細い方のブラシでまず少し取って眉毛の下のところを描いて、でこっちの太い方のブラシでまた真ん中を取って全体的にぼかして茶色の眉毛に仕上げました。最後にこの一番使ってる跡がある薄い色をこのノーズシャドウでこっちの太いブラシの方でノーズシャドウとして使いました。次はアイシャドウです。こちらはアディクションのザ・アイシャドウ031番です。ちょっとしっとりしてて次に塗るアイシャドウとかがしっかりまぶたに馴染むのがいいなって思ってて、それで一番最初に塗ります。綺麗なツヤ感をパッとまぶたに出してくれるので、すごい合わせやすいアイシャドウだと思います。次もアイシャドウです。ビセア版シングルアイカラー036番で、今回のオレンジメイクの主役と言ってもいいぐらい誰が見てもパキッとしたオレンジのカラーになってます。こちらは結構薄付きなので、結構濃いめにチップにしっかりつけてまぶたにバランスを見ながらつけるのがポイントです。次もアイシャドウです。サナエクセルスキニーリッチシャドウ SR05 番ウォームブラウンという色ですね。下のうちの薄いブラウンをさっきオレンジに重ねたまぶたのこの二重の幅ぐらいに薄くのせました。際の方にこちらの濃いブラウンを細いチップの方でもう本当にまつげのスレスレぐらいにさーっと引くようにして、さっきオレンジをしっかり塗ったんですけど、そのオレンジを締めるような感じで締め色として使いました。このサナのアイシャドウが普段も使っていて、こちらの上の2つもよく使ってるぐらい本当に普段から使ってるアイシャドウです。次はビューラーです。こちらはコージーアイラッシュカーラーというもので、こちらはなんかパッケージに日本人の目に合ったビューラーって書いてありました。で、上げ方のポイントとしては、私が一番合ってたのは下に下げながら少し目を節目にしながら下に下げていくのがバッチリ上がるやり方でした。次はアイライナーです。こちらはキャンメイクのクリーミータッチライナー03番です。こちらはパッケージにチョコレートのような拭き心地って書いてあって、で柔らかくここの手に書いてみると本当に柔らかく、今スッて引いただけなんですけどしっかり色もついてくれるし、粘膜を描いたりするのがちょっと怖いっていう女の子結構多いかもしれないんですけど、そんな方でも綺麗に力を出さずに柔らかくさーっていけるアイライナーで、私も毎日使ってます。はい、次はマスカラです。こちらはキャンメイクのクイックラッシュカーラーで、こちらはこんな感じでくし形になってて、こうまつげを優しくなぞるだけで綺麗にセパレートして描けるマスカラになってます。で、こちらは本当にウォータープルーフで、私は落ちたことがないです。こちらつけてて、もう汗とかかいててももう全然落ちることがないです。こうパンダ目になったりも全然しなくて、本当におすすめのマスカラです。毎日こっちは使ってます。次も2本目のアイライナーです。キャンメイクのラスティングリキッドライナーの02番です。こちらはブラウンになってて、こちら3色ぐらいあったんですけど濃いめのブラウンです。さっき粘膜を引いたライナーは先端が結構丸いので、それではできないこのリキッドでしかできない目尻の羽とか細かい作業はこちらでやります。キャンメイクはキプラなのににじんだりしないで、でもしっかりかけてで落ちたりせずに本当に使えるものが多いです。こちらはリップです。でこちら B アイドルっていうブランドの吉田あかりさんがプロデュースしているコスメブランドで、こちらのカラーはあざとオレンジというカラーになってます。でこうカチカチって出すともう元のに戻らないのでちょっと今出せないんですけど、こちらはティントだし発色いいし保湿もされるし乾燥しないしですごい使えるっていうか、もうこんなリップあるんだって驚いたぐらいのリップで、こちらは一番最初にアイメイクの途中とかに塗ったんですけど保湿用に使いました。こちらはあざとオレンジで、オレンジっていうカラーなんですけど、でもそんなにパキッとしたオレンジじゃないので
まず最初にティントの効果もあるので下地として使いました。こちらはケイトのダブルラインエキスパート LB1 番で極薄ブラウン、ダブルラインとかを描いたりするのに一番適しているライナーです。で、私は涙袋の線を描くのに使ってます。で、1回引いただけじゃでもちょっと濃く出ちゃう時もあるので、そういう時は綿棒とかを使って軽くぼかして、でまたバランス見ながらまた描き足したりして、で本当に濃くメイクしたい時とか、あとは二重のラインがはっきりしてない人とかは本当にその名の通りダブルラインを描くといいと思います。はい、次はチークです。こちらはキャンメイクのパウダーチークス PW25 番ブラシがついてるんですけども、こちらじゃちょっと範囲が狭くて細かいちっちゃく塗るのはいいんですけど、私はちょっと今日はふんわり塗りたかったので、こちらのさっき出てきたダイソーのブラシで全体的に取ってバーッとつけました。で、最初は結構オレンジメイクでパキッとさせたかったので濃いめにしっかり入れました。で、チークの入れる位置なんですけども、結構頬高めにつけました。なんていうかオレンジメイクってなんか引き締まってるみたいな勝手にイメージがあるので、真ん中に可愛くつけるよりはシャって大人っぽく引きました。はい、さっき2回使ったこのブラシなんですけど、ハイライターとかチークとかで、あとパウダーでも使ったブラシなんですけど、こちら私ダイソーで1年前ぐらいに購入してずっと使ってるブラシなんですけど、何本もブラシを持ってる方は使い分けてもらって全然大丈夫なんですけど、持ち歩くとかお出かけの時は私は基本的に1本しか持ってなくて、でそういう時に一番使えるのがこのサイズのいっぱいブラシって大きいサイズとかちっちゃいもうちょっとちっちゃいサイズとかあると思うんですけど、このサイズが一番適していろんな場面に使えるのでこれを重宝してます。はい、次がハイライトです。こちら MAC のミネラライズスキンフィニッシュライトスカペード、なんかいろんなラメが入ってて、で塗ると光の当たりようによっていろんな色に光るハイライトになってます。でこちらもさっきのブラシを使いました。私はおでことこのさっきチークを塗ったところをぼかす感じで、この頬から目の下にかけてもバーッと塗って、あと顎のこの部分にも塗りました。今回は本当に皮脂を抑えつつでもツヤ肌に見せたいので、こちらのハイライトをしっかり入れました。はい、こちらリップです。こちらはリンメルのラスティングフィニッシュティントリップ003番です。しっかりオレンジのリップになってこんな感じで本当にしっかりしたオレンジです。もうオレンジのリップっていっぱいあると思うんですけど、私は今まで購入した中でプチプラのリンメルさんなんですけど、しっかりオレンジですごいオレンジメイクが好きな私にとっては一番今のところ好きなリップです。続いてもリップです。こちらもキャンメイクのフルティーピュアオイルリップ02番です。でまたキャンメイクなんですけど、こちらは見た通り黄色っぽいグロスになってて、ちょっと今リップついちゃってるんですけど、ピンクのリップとかに重ねても黄色なのでいい感じに混ざってオレンジになるぐらい、私はさっきのオレンジのリップに重ねてさらにオレンジっぽさを出すためにこちらのリップを使いました。オイルリップなのでこちらだけで使えるので、私は色がいらない時もこれだけでツヤを出してプルプルな唇にすることが多いです。今日着た洋服なんですけど、こちらは本当に今日のテーマのオレンジに合わせてオレンジのワンピースを着ました。でもなんか主張しすぎない、ちょっとくすみがかったオレンジで顔を生えさせるようなオレンジのワンピースを着ました。で私はシルバーのアクセサリーが大好きなので、ネックレスもイヤリングも指輪も全部シルバーのアクセサリーをつけてます。
でハートのネックレスだったり、でもこっちもキラキラしててちょっとダイヤっぽいネックレスじゃないピアスだったりで、こちらも同じ感じのダイヤみたいな感じの指輪をつけて、なんかつけてるけど主張しすぎない、あくまでも顔を映えさせるようなアクセサリーをつけてました。キラキラツヤツヤオレンジメイク完成しました。オレンジメイクなのでしっかり目にもほっぺにも唇にもしっかりオレンジを塗って、でも夏なので油とかは抑えつつ皮脂などは抑えつつでもツヤツヤに見せてツヤツヤキラキラにして仕上げました。夏は結構外に出る機会とか写真をみんなで撮る機会とかが多いので、オレンジメイクは一番私の中で写真映えするメイク、自然光に当たった時とか一番こうパッと映えるメイクだと思うので、こう学生の女の子とかこう夏パーッとはしゃぎたい女の子とかにしてほしいなと思って今回しました。はい、お知らせがあります。かわいいパティーンをご覧になってくれて今日私を知ってくださった皆さんにもっと私のことを知ってもらいたいので、概要欄にSNS、Twitter、Instagram、TikTok を貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。フォローとかいいねとかコメントとかいつでもどしどし待ってます。かわいいパティーンではこの他にも、いろいろ参考になるメイクの動画とかたくさん上がってますので、よかったら常にチャンネル登録してチェックしてみてください。高評価もチャンネル登録もどっちもよろしくお願いします。それではいのりでした。ありがとうございました。